何か違和感を感じるパッケージイラスト。出てない例がちゃっかり入り込んでる。それだ。ゆっくり実況。始まるよ。メリジーロ、ゲーム万歳。ブルースクリーンに浮かぶセガマーク3の文字に心震える少数派の紳士淑女の皆様こんばんは。いや、おはようかもしれません。むしろ、こんにちはなのかもしれないです。何をブツブツ言ってんだ。本日皆様にご紹介するゲームはこちら、北斗の拳。ファミコン版じゃなくてセガマーク3版なのね。セガマーク3版の北斗の拳は、1986年7月20日セガマーク3専用ソフトとして発売。開発販売はセガ。プログラムにセガの天才プログラマー中裕二氏が携わったゲームじゃな。ジャンルはオーソドックスな横スクロールアクションながらも、ステージ最後に待ち受けるボス戦になると対戦格闘のような一騎打ち。しかもキャラが少し大きくなるといった演出があったりと、当時のゲームとしては非常に凝った作りとなっている。セガマーク3の青春スキャンダルの正当進化という位置づけとも言われるゲームです。同時期に発売になったファミコン版と比較される本作。その辺も含めて遊びたくなるようなプレゼンをしたいと思います。プレゼンにあたり世紀末では貴重品の、水をごくごく飲みながらお楽しみください。皆様本日はセガマーク3版北斗の拳をご紹介するお時間をいただき大変ありがとうございます。皆様に本ゲームのいいところをしっかりお伝えしつつやりたいと思っていただけるよう、全力を尽くして本作品を紹介させていただきます。本日、担当させていただきますメリジーと申します。よろしく頼むよ。よろしくお願いします。ある種伝説になっているファミコン版北斗の拳と比較されることも多く、当時、セガマーク3保有者にとっては、ファミコンではなくセガマーク3を保有することを正当化する唯一の手段となっていたゲーム。スペースハリアーやファンタジーゾーンを挙げる人もいるが、実は多くのファミッコはスペハリファンタジーゾーンは大して憧れではなかったので、スペハリファンタジーゾーンを羨ましがっているは完全にセガ信者の妄想。またそう言われることを。確かにファミコン層ってそんなにコアなゲーマーじゃない子が多かったから。ファンタジーゾーンに至っては3ソフトがとんでもないのをファミコンで出してしまう始末。しかし北斗の拳だけは違いました。ファミコン版北斗の拳が150万本も売り上げたミリオンセラーなだけに、比較対象としての知名度も爆上がり、その完成度、面白さの違いから、ファミッコたちの羨望の的になったゲームです。そんなセガマーク3版の北斗の拳の魅力を挙げていきましょう。まず第一の魅力は、単純爽快なゲーム性です。ゲームはオーソドックスな横スクロールアクション。アクションは移動パンチキックジャンプしゃがむと非常にシンプル。シンプルながらも雑魚は一撃で倒すことができ、北斗神拳そのものの敵が弾け飛ぶ演出もしっかり再現。攻撃がヒットした敵がノックバックしながら弾け飛び、ゲームのテンポを損なわない作りとなっている点が評価が高い。そして各ステージの途中と最後に待ち受けるボスは、雑魚と異なり一撃では倒せない。しっかりと間合いを測り、パターンを読んで攻撃を当てていく。攻略系としても楽しめるしっかりしたゲームとなっています。確かにテンポよく敵を弾け飛ばしているな。気持ちよさそう。まず最初の魅力は、アクションのテンポを損なわない単純爽快なゲーム性です。次に二つ目の魅力です。二つ目の魅力は、当時としては豪華な演出となります。ゲームの達人駒崎陽太郎11歳が出てくる豪華演出ね。それはセガマーク3版北斗の拳の CM で出てくる少年で、ゲーム中は実際に登場しません。で、あるか。今見ると真面目ではありますが、当時は最高の演出でした。まずは多重スクロール。いつもより多くスクロールさせております。懐かしいフレーズ。エビ一染の助染太郎か。50スクロールくらいしてるというくらい多重スクロールです。そしてボス戦、対戦格闘のような一騎打ち。ステージ最後のボスは体力全開からの決闘形式。どちらか倒れるまでの緊迫した戦いです。そして若干ですがデカキャラになり盛り上がります。最後は必殺技演出まであります。これは燃えるな。放たれ少年少女はたまらんわね。そしてなんとステージごとに異なる雑魚キャラが搭載。これは当時としては大容量の1メガビットロムの恩恵であると考えられます。雑魚キャラにまで気を配るまさにゲームの鏡のような作りとなっております。二つ目の魅力は、当時としては豪華すぎる演出です。そして最後の魅力、それは、コンティニューなしの世紀末ハード仕様となります。それは魅力なのか？そう思われても仕方ないでしょう。皆さん目を閉じてみてください。ここで目を閉じる時間か。閉じました。ここは弱肉強食の世紀末。あなた波動中、村にもみを持って帰る途中、暴漢に襲われ倒れてしまいます。薄れゆく意識の中、かすかに人の気配。この世紀末乱世であなたは何を思う？なおさらその種もみが食べたくなったぜ。お物は消毒だ。ですよね。そんなど畜生だらけの世紀末なわけですから、コンティニューなんて生ぬるいものは存在しません。コンティニューなんて生ぬるいものを期待していた連中は、シェルターの外で2週間も死の灰をかぶった時に遺産に謝れ。
と小1時間問い詰めたい。ということで3番目の魅力は、世紀末にふさわしいノーコンティニュー仕様になります。さてさて私だけの意見ではなく広く意見が聞きたいと思っている方々に、視聴者様のコメントを見ていただきましょう。ジジイだけじゃ信用できないからな。世間一般の評価が気になるわね。ステージボス戦ではキャラが大きくなって戦えたりして奥義もうまく再現されてて良芸だと思います。時の倒し方わからなくて何十年経ってもクリアできないので敵討ちをなしゃす。思い出としては人形のユリアだった本当のユリアを助け出せってありましたよね。足して2で割ると結構いいのができそう。よくまとまってはいるが特色はなくなり遊んで損はない横スクになった本作を本作と取るか FC のようリメイクと取るかで評価は割れるかな。きちんとストーリーを追体験できる形のゲームになっていること雑魚敵をパカンパカン吹き飛ばすのが爽快なところが評価できる点だと思います。サザンクロス編で大概ハート様にボコられ、はい繰り返しの体で真にたどり着くも、とどめ刺されて連発泣いたのがザラでした。北斗芸に当たりなしの数少ない例外で、かなりの良作と聞いています。どうでしょうか？ファミコン版と比較して、という声もちらほら。おおむね好意的なコメントよね。セガマーク3版らしい評価となった気がしますな。それでは皆さんアンケートの結果を見てみましょう。ドレミファドン。やや高評価が多い感じもするわね。まごうことなきクソゲーが多いのが気になるな。それでは神ゲー指数を見てみましょう。神ゲー指数はアンケートの得票率にこのような係数をかけて数値化したものになります。セガマーク3版北斗の拳の神ゲー指数は、27.5 ポイント。良作判定だ。20ポイント以上50ポイント未満なので良作判定だな。クソゲー評価も全体で3割を超えたものの良作という評価。これはセガユーザーの意地を見たってところかしらね。ということで、こちらセガマーク3版北斗の拳。世間一般の評価は良作と認定でフィニッシュとさせていただきます。メリジー個人の見解と老後のゲームコレクションに加えるか、動画の最後で発表しておりますので最後まで動画をお付き合いいただければと思います。ここまでのプレゼンでこのゲームがやりたくなってきたまたやりてえなと思った人は、高評価よろしくお願いします。それではゆっくり実況をやっていきます。今回は3の倍数の継承者はアホになるプレイをやっていきます。どういうことだ？超絶プレイを期待していて下手プレイには興味がないという方は、お互いのためにもブラウザバックを推奨します。それでは皆さんごゆっくり。ゆっくりしていってね。始まりましたセガマーク3版北斗の拳。北斗に名作なしと言われた中で、燦然と輝くこちらのゲーム。早速攻略していきましょう。左の現在の継承者ってなんだ？北斗神拳は一子相伝の暗殺剣。当然、やられれば継承者は次の代に受け継がれていく。まあ、わしがやるからには代替わりなんてありえないけどな。じいさんだから余計に心配だわ。現在の一子相伝継承者はケンシロウ。まさに本作の主人公。ステージ1は原作通りサザンクロスから始まります。神が治めている場所だな。春生の神だな。神はキングを名乗りサザンクロスを治めていますが、トランクマークになぞった4人の部下がおりますな。この4人が本ステージの中ボスとなっております。最初はスペードか。出てきたぞ。斧を投げてくる危険人物。てめえらに今日スキル資格はねえ。突然キレ散らかした。どうしたおじいちゃんがようやく持って帰った種もみを、踏みにじした罪は消えねえぜ。というわけであっさり撃破。結構苦戦してた気がするが。この頃のケンさんの無双感はたまらんよな。雑魚には無双できているが。こんな感じでテンポよく道中でボスが出てきて、中ボスとはシームレスな戦闘であたたたたたできるわけです。適当なあたたたたた。サザンクロスの雑魚はまだまだ本当の雑魚。素直ないい子たちなので、飛んだり跳ねたりしないお料理の良い雑魚。真の教育が行き届いているのが伺えます。走行している間に出てきました。2人目の中ボス、ダイヤさん。こちら棒術使いとなっております。自慢の棒術で部下を巻き込み事故。そんな自慢の棒術もケンシロウからすれば、スローすぎてあくびが出るぜ。いちいち煽るケンシロウ。煽ってこその北斗の拳。煽りスキルの高さが北斗神拳の目指すところではないのかと思うくらいです。さてさて3人目の中ボスはクラブ。棒術使いってクラブって名前の方が適切なのではと思った紳士淑女の皆様。賢いなぁ。まあそこは少年誌なので、細けいことはいいんだよ。昔の漫画のガバガバ感がたまらない。まだまだケンシロウの体力も十分あります。やってきましたクラブさん。物騒な刃物を両腕につけてのご登場。しかし、これまたケンさんにかかればカマキリ呼ばわり。さすがケンさん煽りの語彙が多すぎたまげたな。こちらクラブさん。ケンさんと距離ができると飛んで攻撃してくる習性があるので落下地点で蹴りで OK です。あっさりやっつけた。思考を突かれたが必殺技なしなのか。哀れすぎる。死にたくなければ質問に答えろと言っておきながら、答えを聞いた後に言ったケンシロウのセリフ。お前が一度でも約束を守ったことがあるのか。一度でも命乞いをしている人間を助けたことがあるのか。痺れる。悪党にはとことん与える絶望感がたまらない漫画だったわね。そして4人目の中ボスは、
ある意味北斗の拳で最も有名なザコボスなのではという。ハート様。早くも登場。腹の脂肪で打撃耐性 A 持ちの5陣。しかし北斗神拳耐性はなしなのであっさり撃破移動。ドテッパラに4発連続パンチなんだっけ。原作は蹴りだけどゲームだとパンチなのな。というわけでやってまいりました新戦。まあこのお方もある意味被害者と言っても良いお方。ただのド変態サイコ野郎と思いきや、ジャギに騙され、惚れた女に尽くしまくったのに、罵られた挙句に目の前で、そりゃあ精神崩壊待ったなし。人形こさえて無ックになるでしょうよ。悲しき春生の差が、それにしても物敵を引こうとする時点で幼稚すぎってのはあるな。憲法バカだったからねしょうがないね。愛に準ずる粛清持ちなのに、恋愛ベタという致命傷。水亀座のゴールドセイントなのに寒がりってくらい適正なしじゃ。ゴールド X フュージョンで自分がやられる。レジェンドだな。さてゲーム実況らしく攻略をしっかりと解説すると、パンチとキックでダメージ入る。バカか。知っとるわ。まさかのコメント大炎上。ちゃんと攻略しますと、こちらが前ジャンプ蹴りで真の顔面に蹴りを当てますと、ぶち切れて攻撃をしてきます。華麗にバックステップで避けて再び前ジャンプ蹴りで、顔を蹴り上げる。着地と同時にパンチも入るのでよろしければ一緒にどうぞ。というわけで北斗百裂拳。発明といえばキテレツ、北斗といえば百裂というくらいのあれ。何をブツブツ言ってんだ。はい撃破。そして愛しのユリアとのご対面。しかしそこにいたのは精巧に作られた人形だったというオチ。とんでもねえ技術だな。一瞬これでもいいか、と思い悩むケンシロウであった。悩まねえよ。早く助け出せ。これにてサザンクロス編終了。ここまで単行本2巻の最初の方。続いてゴッドランド編です。なぜここゴッドランド編をぶち込んできたのか。私には全く理解できんのだが、と言われ。そんなにか？ジャギ編とアミバ編をカットしてまでもこれを入れる理由が、アミバはまだしもジャギはねえ。一応、北斗継承者の三男なわけですし。まあ、途中から北斗三兄弟とか、完全に存在を抹消されちゃったりしているしね。俺の名を言ってみろは下道中の下道でしたからな。で実況に戻りますとゴッドランド編の雑魚。軍隊系らしく屈強な上半身裸のマッチョたち。このステージの雑魚からジャンプを使ってくるので厄介極まりない。背面に移動したりと色々と厄介事が増えます。やりにくそうだな。このライオン像がついている建物。ライオンにパンチすると敵の攻撃を8回無効にする P が出てきます。この隙にどんどん進んでしまいましょう。でもボスとかには無効なんだろ？ボスは無効でも中ボスは OK という優れもの。なのでなんとか効果を中ボスまでは持たせたい所存。効果中は BGM が切り替わるので、BGM が戻ると消失感が凄まじい。お、またライオンの建物出てきたぞ。これはゲットチャンスか？世の中そんなに甘くないぜ。1人1個までの販売となっておりますと言われ、家族総出で買いに行かないと複数買えない。北斗神拳伝承者は基本ぼっち。なので1個しか取れません。それは残念だな。優しくない世界。世紀末乱世だからな。このステージに、中ボスの数は2人とサザンクロスより人手不足なのに、コースは長いという明らかに中間管理職泣かせとなっております。誰が中間管理職だ？親衛隊長配下にこれだけの部下雑魚が所属しているという、まさしく軍隊だからできる統制と感心していたら出てきた親衛隊長。さて親衛隊長ですが軍服、無知、と SK という、少年誌とは思えないほどの刺激物が強そうなデザイン。娘の前で父親の首をスパーンとするサイコ野郎なわけですが、こちらと距離ができると飛んでしまう悪癖があり、落下地点で攻撃すれば楽勝です。漫画だと無知というよりピアノ線みたいなので攻撃してくる敵よね。ピアノ線の攻撃は地味なので無知にして正解。ついた瞬間に手首を落とすと言ってたのであっさりやられてたし。というわけで必殺技もなく飛行で終わり。両腕が左右に広がる飛行だっけね。すごい飛行があるもんだ。人体の不思議ってやつよね。自分の意思とは無関係に後ろ向きに歩く飛行もあるくらいだからな。北斗神拳って人体の神秘を感じるわ。さてお次の中ボスはマット軍曹。ナイフがお得意でレッドベレー所属だったという軍人でございます。いろんな人がいるな世紀末。さすが乱世。原作だとこのゴッドランド編で、リンと再会という流れになっております。ゲーム中全く出てこないリン。バットも出てこないな。無理やり出す必要もないという割り切りが素晴らしい。北斗の拳の主要キャラなのに、あえて出さない。リンとバットが出ないんだからジャギも仕方なしじゃないの。いや、ジャギはケンシロウという人物を知る上で重要な人物だぞ。あの辺ストーリー入り組んでるしな。ジャギ編、アミバ編、カサンドラ伝説って流れだっけ。ゴッドランドとジャギの間にもエピソードがあった。なんじゃかんじゃ言ってたらケンシロウピンチ。なんじゃかんじゃでやられた。ケンゴロウだと。一子相伝だからな。ケンシロウがやられた今、伝承者がケンゴロウに変わったのだよ。時とから王とかになるんじゃ。あいつらはすでに継承者候補から落ちたから。見た目何も変わってないような。よく見たまえ。
あ、眉毛が少し濃い。ケンゴロウは眉毛が濃いのだ。アホス。ジジイは自分なら倒されることはないとか言ってたくせに。いやーさすがゴッドランド。手強いなー。ほらほら超絶スーパープレイってさ大トロみたいなもんじゃない。うちらくらいの年代になるとさ、赤身、いや白身のあっさりしたのが良いわけよ。な。誰に同意を求めてるんだ。視聴者が同世代だらけなのをいいことに。というか P がまた出てきたじゃないか。1個しか出ないんじゃ。代替わりしてケンゴロウになったので別人。一人一個の原則は守っているのでセーフ。ヘリクスっぽいが、ケンゴロウだしな。上の名前はケンシロウのままだぞ。バグだな。まあ容量ギリギリで、5とかカタカナ入れられなかったんだろうな。なんという、ああ言えばこういう状態とはまさにこのことだな。それもしても長いステージなのじゃ。本当に中ボスまでの距離が長い。BGM 戻った。終わってしまったな。中ボスまでたどり着かなかった。ところでジジイは蹴り中心に戦うんだな。蹴りの方が射程が長い。なので基本蹴り主体で戦っている。射程が長いけど接近だと当たらないので、近づきすぎた敵にはパンチ。しかし、ミルコ・クロコップみたいな性格無比なハイキックだな。ようやくマット軍曹だ。こいつもボスの居場所を答えたのに処分されるという鬼畜ケンゴロウ。原作も代替わりさせられているのか。俺のナイフは1秒間20回突き刺すことができると。生きった敵ね。ゲームでは投げてくるけどな。10発投げてきたらやばかった。意外と苦戦してるな。やっと倒した。北斗神拳って飛び道具反射属性があるはずなんだけどな。おかしいな。西真空派。あれは反射技だからな。さて長い道中もようやく終わり。いよいよラスボスカーネル戦じゃ。ラスボスという以前に、めちゃくちゃ疲労してないかケンゴロウ。やばいな。代替しちゃいそう。いやいや、ボスまでたどり着いたから安心。回復している。ボス戦では体力全開、リフレッシュなのじゃ。カーネルはブーメランと爪で攻撃。ゲーム中でも原作通り、距離が離れるとブーメランによる攻撃。近距離では通常攻撃となる。ブーメランは厄介なので基本的に接近戦で戦う。飛び込み飛び蹴りで追い込んで、パンチ連発、よし撃破。原作ではリンガ級に入ってきて偉い目に遭うのよね。ハラハラドキドキの展開だったぜ。急に打ち切り漫画みたいなメッセージが。もうちょっとだけ続くんじゃ。いやいやまだ半分も終わってない。時間的には半分くらい来たかも。ステージ2がそれだけ長いのか。第3章はデビルリバースだな。パッケージに書かれているレイと出会うエピソードもバッサリカットだ。新しい雑魚だ。この世界の雑魚は最後まで飛び道具を使わない。優しい世界だ。まあ世界観的には北斗神拳は飛び道具反射属性持ちだからな。そういう噂が広まったおかげで、誰も飛び道具を使わなくなったという、恐るべし情報戦を制した北斗神拳。実際のジジイは飛び道具反射できないもんな。ここからはサクサク進んでいくぞ。早くも中ボス。中ボスはフォックス。フォックスのメイトは程遠い米付き虫みたいな性質。ゲーム中では表現されていないが、超統治は意見の使い手。もうやられているぞ。早すぎだよ。このステージ、中ボスは以上1人。残すはラスボスデビルのみです。このデビルリバース戦は、バットを知る上で重要な話になっていました。憎まれ口を叩いているバットも実は心優しい子だって話だったわね。口減らしのために村を出たとかいう話には、グッとくるものがあったな。小生意気なクソガキだと思っていたけど、魅力的な兄貴分だったんだぜ。さてボスじゃ、ここはデビルの巨大さを表現するために、ケンゴロウの大きさは通常の時と変わらない大きさとなっている。細かい演出。そしてでかい割に弱い。基本的に飛び蹴りを繰り返せが良いだけじゃな。攻撃力は高いので、欲張って攻撃をもらうとあっという間にやられるので注意じゃな。追い詰めているな。よし撃破。いよいよカサンドラじゃな。時が優勢されている場所じゃ。お、いよいよ時が登場か。ここのフィールドは結構厄介になってくる。そうなのか。雑魚が武器を持っているな。武器よりも何よりも、このステージは鳥が飛んでくるという、これまでにない要素がぶち込まれてくる。鳥って結構強力なのよね。昔のゲームでは。そうなのじゃ。不規則で読みにくい動き、上空への警戒などなど、レトロゲームにおける鳥ってトラウマ要素が盛られすぎだったりする。レースが乱されるので冷静に対処したいところじゃな。そして中ボス、イグル極道じゃ、距離が離れると猛虎派極道で突っ込んでくる。しかしそれが弱点もである。というわけで小さい墓穴に閉じ込めて終了。サクサクと進んでいきましょう。お次は剣王親衛隊がお相手です。
剣五郎もヒットポイント危うくなってきたぞ。半分か。なんとかボスまで逃げ切れれば。雑魚の追撃も厳しい上に、鳥までいる始末だからな。タイムが80の時に、再現すると、体力が全回復するアイテムが出現するのじゃ。それまでなんとか踏ん張る。無理だろ。無理じゃね？諦めたらそこで試合終了ですよ。粘るな。挟まれた。これは厳しい。粘れ。あと4秒。無理でした。ここで代替わりか。な。誰だ？これ？剣六郎3の倍数の継承者はアホになると言うだろ。剣六郎、6。そういうことか。北斗神拳ならぬ北斗アホ剣。真髄をお見せしよう。なんか北斗神拳もこれで終わりな。北斗に新たな光が差し込んだ。これは敵も警戒心が緩むな。逆に戦いやすいのか。出てまいりました。親衛隊。2人なのか。厄介そうだな。そうなんですよ。かっこ撃破が必須の敵。慌てず騒がず、落ち着いて戦いましょう。剣六郎はもっと慌てた方がいい気がする。おっとりしすぎている。一人撃破。残り一人になれば楽勝じゃ。でもヒットポイントギリギリだな。見せ場を作っているから。何が見せ場だ。本気でやっているくせに。倒されたらやり直しだぞ。プレッシャーかけてどうする？倒し方の説明が雑。なんか結構雑に扱われていたのだよ。原作でも。さて残すところ時のみだ。時と戦うのか。やり合っちゃうの？一応、銃の剣を伝授してもらうって設定で、倒すわけではないようで。で、ここは隅っこでパンチを出しておけばよい。時はこちらのパンチを避けてしゃがみパンチを出すものの、立ち上がる瞬間にこちらのパンチを食らう。体力的に、クリアとなるのじゃ。そんなことができるのね。なんとやろうとすると時の拳を避けて、こちらの攻撃を入れる必要があるので、むずい。さあいよいよラスト2ステージ、聖帝十字領、やってまいりました。北斗の剣といえばこの方、愛などいらぬでおなじみ、聖帝サウザー様でございます。色々と名言目白押しだったわよね。濃いキャラ目白押しだったわよね。汚物は消毒だは名セリフすぎる。モヒカンが火炎放射器をぶっ放す世界。たまらんな。なんとこのステージの中ボスは、その火炎放射体。そういや、サウザー側に名のある敵がいなかったな。火炎放射が目立ちすぎた。愛もいらなければ有能な部下もいらないサウザー様よ。何せあのラオウですら戦うのを拒んでいる強敵。初期状態では北斗神拳無効属性持ちというチートキャラ。そういえばそんなのあったな。ケンシロウ、違った剣六郎くらいの打撃力があれば、北斗神拳関係なしに打撃でゴリ押せそうだけどな。内臓とかの脳とかへのダメージって飛行関係なしにせいそうだもんね。なんじゃかんじゃ言っている間に、火炎放射体が出てきておりますな。こいつらこんな重装備なのに、すげえ俊敏なのよ。前剣も地味にいやらしい。はい撃破。火炎放射体が3回出てくる長丁場だったりする。ここも長丁場ステージなのか。こりゃ大変だな。しかもライオンから出てくる P マークはもう使っちまった。そりゃ道中大変そうだな。で、このステージ、ちょっとだけ楽に進める豆知識。ジャンプキックしながら進むと少し楽という事実。そうなんだ。さっきからぴょんぴょんしていると思ったら、そういうことか。こちらがジャンプするとなぜか釣られて敵もジャンプするという少年ジャンプ。少年ジャンプ。その時、不思議なことにこちらの蹴りに当たって弾け飛ぶ敵。意外と楽なんです。気をつけるべきは中ボスの火炎放射体。さてまだまだこのステージも続くので、サウザー編のストーリーを少し解説。ユダを倒した例を見とった後、聖帝サウザーの治める地を訪れる剣六郎。あくまでもこっちのキャラでは話を進めるのか。なんと乱れるところに北斗現りの言葉通り、サウザーの悪霊を見過ごすわけにはいかぬ北斗神拳正統継承者。この辺は逃げ回っているラオウとは覚悟の度合いが違いますね。この辺りからすでに継承者としての格の違いが描かれていたと言われ、さてサウザーが治める地を訪れると、かつて剣六郎の命と引き換えに光を失った男、ただし残し霊の友、真の星衆と再会します。この衆がまた男の中の男でな。サウザーの抵抗すべきレジスタンスを組織して反抗しているというわけじゃな。その前に剣六郎が、やられた。ついに剣七郎の登場だ。急にむさ苦しくなったな。なんかこの継承システムはロマサガみたいで楽しいな。ロマサガファンを敵に回すようなことを言うな。でまあ衆と剣七郎は戦うわけじゃが、衆は剣七郎の腕を確かめていたというわけじゃ。剣七郎の力を認めた衆、かつて自分の目を犠牲にしても守ったことは正しかったと確信するシーンは感動じゃ。そして剣七郎はサウザーの元に向かうのだが、先にも言ったように、初期状態で北斗神拳無効属性持ち。その通りじゃ。相馬の闇の衣状態。北斗神拳がつかないというチート。主人公個性でどうにか
と思っていたがその甲斐なく返り討ち、囚われてしまう。助けに来たのはなんと柊の息子芝。逃がす際に芝が犠牲になり自爆。泣けるシーンよね。陣の星の息子もまた陣の男であった。しかし、その場で気を失い剣七郎を助けたのはなんとラオウ。剣七郎を抱きかかえるシーンは感動だった。なんじゃかんじゃ言っても兄弟よ。ただやはりまだサウザーには勝てないと思った柊は剣七郎を逃がす選択をするわけじゃが、男剣七郎、戻ってきちゃうわけですよ。柊が聖火を運んでいるところに現れるんだよな。結局間に合わなかったが。そして決戦。なんかサウザーの絵が変だぞ。C さんじゃねえか。気のせいじゃ。さてサウザーの秘密は飛行が表裏反対と言われ。だから向こうなのね。そんな闇の衣が剥がされた今、北斗神拳無効属性も解消。ダメージが通るようになりました。そしてゲーム内のサウザーもダメージを通すために工夫が必要。顔、胸、腹、足の順番にダメージを入れる必要があります。そんな秘密があるのか。ジャンプ蹴り、タッチパンチ、しゃがみパンチ、しゃがみ蹴り。この順番に2ターン繰り返すと、サウザーのヒットポイントはもう0用になるので、飛んできたところに攻撃を当てれば勝利という特殊条件。知らないとどうなるんだ。全くダメージが通らず、原作通りに返り討ちじゃな。これってヒントあるの？ゲーム中にはないぞ。だって昭和のゲームだもの。さてサウザーのヒットポイントがなくなりました。これがなかなか難しいのよ。やべえじゃないのよ。剣八郎登場か。タコ八郎みたいになっちゃうぞ。おっしゃ。やったな。サウザーに愛を教えるための条件という風景よ。北斗神拳の煽りスキルの高さが異常すぎる。デスバツ予想。いよいよラストラオウ。最終戦はフィールドがなくいきなりボス戦じゃ。そしてこのラオウ、ぶっちゃけ弱い。そうなの？飛び込みジャンプ蹴り、奥に追い詰めた時にパンチ連打、安定の必勝パターンになる。ほんとだ。めちゃくちゃ削れてる。終わりそう。終わった。というわけで感想の感想じゃ。全くもっての良作ですな。セガマーク3の実力を垣間見れる作品だった。ゲームとは関係ないのじゃがセガマーク3の弱点。それはコントローラーにあったとわしは思えてならん。やはりファミコンの十字キーと比較するとセガマーク3のパッドは操作性悪かった。その辺、もう少し操作性が良ければ良作が多かっただけに残念無念じゃ。で、改めてゲームの感想じゃが、多重スクロールはすごいし、ボス戦も迫力あるし、キャリがいないのが残念だけど、ストーリーは追体験できるしで、北斗の拳のラオウ編までのゲームとしては完璧なんではないでしょうか。老後のゲームコレクションに含めるかと聞かれたら、即答で入れるの答えでフィニッシュとさせていただきます。というわけで今回はここまでじゃ。この動画が楽しかったと思ったら高評価お願いします。もっと見たいと思った人はチャンネル登録もお願いします。このチャンネルでは、どんなゲームでも良いところを見つけて楽しいゲームとして紹介。ゲームを楽しんだ人と共感しながら、老後に楽しみたいゲームの選定と、後世にゲームを伝えるをコンセプトに運営しております。そんな活動を応援してみたいというありがたい人はメンバーシップも覗いていってください。というわけで皆さん、ありがとない。次回予告。次回はなんとファミコン版北斗の拳。なんと次はファミコン版か。色々と擦り倒されているやつか。150万本も売れたゲームだぜ。経済効果は抜群よ。売れたからって。皆まで言うな。最高のプレゼンをお見せしよう。